はい、皆さんこんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、はい、これです。各種ナイフを用意してみました。今日はこのナイフの使い方というか絵の具の練り方についてお話ししようと思います。油絵セットをね初めて使う方とか水彩絵の具でナイフ使う場面ってこれまでなかったと思うので、油絵始めたばかりの人がね結構どんな風に使ったらいいんですかって戸惑う場面あると思うんですね。そういった時の参考になればと思います。まず今ちょっとずらっと並べたんですが、種類の違いについてお話しします。まずねこちらの何て言うんでしょう、絵の部分がカックンって曲がってるオフセットしてるタイプ、これをペインティングナイフと言います。左官屋さんのちょうどコテみたいな感じですね。それに対してこのまっすぐなタイプ、ストレートなこういう形状のブレードですね。これをパレットナイフと呼びます。ペインティングナイフとパレットナイフ、一応形状の違いでそんな風に分けています。で主にですけれども、パレットナイフというのはパレットに固着した絵の具を掃除する時に絵の具を描き取ったりするのに使います。でこれはプラスチック製なんですけれども、同じくパレットナイフ、例えばこのプラスチック製金属製って、材質に違いがあるんですが、金属製は主に油絵の具使われるんですけど、プラスチック製はね例えば天ぷら絵の具の絵の具を混ぜる時に使ったり、あとはアクリル絵の具、アクリルガッシュ、そういった水性の絵の具を混ぜる時にこの金属ではなくてね、プラスチック製のナイフを使う時があります。なぜプラスチック製なのかっていうと、油絵の具の場合は木のパレットを使うこと多いと思うんですが、紙パレットに絵の具を出して描くアクリル絵の具なんかだと紙パレットを金属製のナイフでは力入れた時に破いちゃったりすることも稀にあるんですね。そういう意味では金属よりもちょっと当たりが柔らかいプラスチック製、そういう意味で水性の絵の具、アクリルとかあとは天ぷら絵の具に使うことがよくあります。で今ちょうどここには、プラスチック製のこのペインティングナイフが置いてないんですけど、こういう形状のプラスチック製の、ペインティングナイフも普通に市販されています。で、今日はですねその中でもペインティングナイフを使って油絵の具を実際に混ぜるところをやってみようと思います。ご覧のようにいろんな大きさ、あとブレードの形状あるんですね。で最初に、1本揃えるというか最初の1本用意するんであれば、私はこういう大きなタイプ、ブレードの大きな涙型のこういう形のですね、こういうタイプをおすすめします。大は小を兼ねるというかね、大きな面積の絵の具を練って塗ったりできる。で細かい部分は先を使ってちょっと作業できるっていう意味で大きなナイフをおすすめします。ちなみになんですけど、私のおすすめするナイフはこのターレンスっていう、これ見えますかね、こういう3011って書いてありますけど、品番によってブレード形状が変わるんですが、このターレンスっていうメーカーのをおすすめします。なぜかというと、このナイフの命はこのしなりなんですね。金属が適度にしなった時に先が浮かない、全面がパレットに密着してくれて角度を変えても密着してる、このしなりが命なんですけれども、ステンレス製っていうとね錆びにくいんですけれども、そのしなりというか金属が少し柔らかいかなっていう感じる場面が多いです。これは普通の鉄のナイフなので場合によっては錆びたりしますが、絵を描く上ではこのしなりが命で、各種あるメーカー、ホルベインとかねいろいろありますけれども、ターレンスをおすすめしています。本来これねドイツのゾリンゲンという刃物の町で手打ちで作られていたナイフなんですが、だいぶ前に多分これ溶接に変わった気がするんですね。ブレードとこの柄の部分が前は打ってあるこの飲み跡というか土跡があったんですけれども、
今はもうそうじゃなくて溶接して作ってるような感じに見受けられます。ただこのしなりに関してはそんなに使い心地変わっていないので、中ではこれがおすすめかなと思います。安い割に非常に優秀なナイフです。じゃあ前置きはその辺にして、実際に絵の具を練っていきましょう。今日使用するのはとりあえずこのシルバーホワイト、これにしようかな。よく使う、一番いっぱい使うと思うんですけれども、シルバーホワイト練っていこうと思います。ついでなんでね、チューブからの絵の具の出し方ですが、ビューッと出して最後パレットに押し付けるように切ってあげると綺麗に、周りの部分にですね、スクリューの部分に絵の具がつかずにキャップを閉めることができます。見えますかね。キャップの裏まだ何もついてないですよね。こんな風に出して最後切ってあげる。よくねビューッと出して持ち上げて絵の具から離そうと振ってたりする人もいるんですけれども、押し付けて切ってあげると周りにつきにくくなりますので、キャップが開きにくくなることがなくなってきます。なるべくねそんな風に押し付けて最後切ってあげるようにしたら、その後快適に使えると思います。はい、じゃあ、こんな感じでね絵の具出してみました。でナイフで練っていきます。練る時にナイフっていうのはピタッと密着させた状態から少しね進行方向側をね持ち上げるんですね。こういう動きです。持ち上げて動かします。わかりますかね。右行ったり左行ったりする時に進行方向を持ち上げてやる。こんな感じです。でナイフっていうのはこうやって練ることによって、わかりますかね。今チューブから出した絵の具そのままって絵の具のその顔料とそのオイルがちょっと分離して周りに白い透明なオイルがブジュブジュっと出てたの見えましたかね。そういった感じで長期保管の絵の具とかはチューブ内で分離していることが多いです。で分離していると発色があんまり良くないんですよね。作った当初は綺麗に混ざっていた絵の具なんですけれども、時間が経つにつれて中で分離してたりします。でそれをこうやってパレット状でしっかり練って均一に混ぜ合わせてあげることによって絵の具の乾きも早くなりますし発色も良くなります。いいことずくめなので絵の具は基本的にチューブから出したら最初にこうやってよく練って、それから、筆で描いたりナイフで描いたりしていきます。でこの動かし方、今私何気なくこんな風にやってますけれども、最初はねなかなかうまくいかないかと思います。絵の具を広げたらこうやって一箇所にまとめて、こんな感じですね。まとめます。まとめたらこれを全体に広げながら、さっき言ったように進行方向持ち上げつつですね。はい、右に行く時には右側を上げて、左に行く時には左側を上げて、こういう連続した動きを手早く素早くやっています。こういう風に混ぜて広げて、パレットいっぱいに広げて混ぜていきます。練っていきます。でお店広げたら今度は1箇所に回収します。こんな感じですね。でこれで大体絵の具が練り上がりました。混色する時も一緒です。複数の絵の具をパレットに出してお互いをこんな風によく練っていきます。はい、わかりましたでしょうか。ですね、ブレードの上側に絵の具があまりつかないっていうのがコツです。下側で練っていく、ブレードの下側で練っていく。なのでブレードを下げたままだとこうやって上に乗っかっちゃうんですね。上に乗っかっちゃいます。で絵の具上に乗っかっちゃうとこれまた取ってあげなくちゃいけなくて、取ってもこの縁にね絵の具が残ります。でこれ取るためにはパレットのエッジとかを使って取る以外なかったりするので、取りにくいというかね、この上側につかないように気をつけるのも
楽に絵の具を扱うコツかと思います。はい、こんな感じで練っていきます。右左右左っていう感じですね。はい、じゃあついでなんで、キャンバスにナイフで、絵の具を置いていくっていうか描いていく、それを実際にねやってみようと思います。はい、じゃあちょっとこれ溶けまして、はい、このキャンバスは、褐色系の絵の具を、1層塗ってあるんですが、ここにナイフでね絵の具で、今ホワイトですけれども、ちょっと絵の具乗っけてってみましょう。例えば、ナイフで描くっていうとこんな風に乗っけたりします。わかりますか？少しこうかすれるようにっていうか、わざとこう凸凹を作る感じですね。隙間を作るっていうか、全部ピタッと下の絵の具を全部隠しちゃうんじゃなくて、わざと隙間が残るように見えるように、こんな風にこんな感じでのせてみたり、場合によっては引っかいたりもします。のせた後で引っかいて下地の色を見せる。あとは引っかいた後もう一回こう上から押し付けるようにして、その傷跡をある程度隠す。こんな風な、また引っかいてみて、である程度隠す。そんな風にして、マチエールっていうんですけれども、画面の肌の具合は自分の思うようなこう肌具合というかね、傷の具合になるように引っかいてみたり、場合によってはこういうふうにペチャペチャと絵の具の表面をこう角みたいに立たせておいてから、表面だけを少し撫でてみたり。見えますかね？白だとちょっと飛んじゃってるかな。こんな感じのマチエールを作ったり、はい、押し付けるだけだと例えばこんな感じ、筆ではねなかなかうまくいかないような表現も、ナイフの腹全面に絵の具をつけておいて、それでこう叩くように乗っけていくと、こんな風なマチエールっていうか絵の具のつき方することもできます。画面の肌の具合って本当画風によって様々だと思うんですけれども、こういったテクスチャーの違い、画面の肌の具合の違い、いろいろね引き出しを持っていることによって表現の幅が広がりますので、ただ絵を描くだけじゃなくて、普段からちょっとねいたずらっていうか、どんなマチエールってマチエール研究をしてみるといいと思います。いろんな方法で自分の画肌を研究していく。あとね、今ここにはないんですけれども、櫛で引っかいて細かい筋を入れるとか、いろいろな方法ありますので、ナイフでねこう絵の具塗りながら、他の画材というかね、ホームセンターで売ってるようないろんなこう工具とか道具とかもマチエール作るのに試してみるといいと思います。はい、例えばこんな感じですね。はい、以上で今日は、ナイフを使っての絵の具の練り方、それからキャンバスへの付け方、一部なんですけれどもご紹介しました。それではまた。